どうも、ベルです。今回は、ドゥームステイの最新アップデート情報ということで、様々な調整や新ヒーローの実装、そして新スキルの追加など、いろいろありましたので、見ていこうかなと思います。特に新ヒーローの追加、これがもうめちゃめちゃ大きくて、一人超強いヒーローが追加されました。今後最前線で使われるであろう、ヒーロー筆頭ですので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。早速アップデートの内容を、見ていきたいんですけど、その前に、昨日投稿した、ビアンカのラッキールーレットの動画で、多分、チップは持ち越せるんじゃないかと、話してしまったんですけど、ご指摘いただいて、私も、確認したところ、これ持ち越せないみたいですね。この場を借りてお詫びさせていただくとともに、もしまだ、残している方がいらっしゃいましたら、もうすぐに、使っていただくのが良いのかなと思います。では、気を取り直して、まずは運営さんから来ていた、アップデートの内容ですね。こちら上から、見ていこうと思うんですけども、まずは初頭レイドの3日目に、新しいイベントが追加されます。これによって、環境が変わるとか、大きなことではないと思うんですけども、次から、初頭レイド中に、新しいイベントが追加されると、軽い感じで考えていただくのが良いのかなと思います。で、次に、初頭のマッチングですね。これまで装備と並走考慮されてなかったんかいと、突っ込みたくなるところなんですけど、逆に今まで、どういうマッチングの仕方してたんですかね。個人的には、ポンペイのように、戦力じゃなくて、評価値の形を採用してて、それに、これまでの戦績だったり、勝率を元にした係数を、かけてたんじゃないかなと思ってたんですけど、実際のところはちょっとどうなるかわかんないですね。ただ、調整したということなんで、今後はもっとこれまでより、実力が近い相手と、当たりやすくなるということで、良いのかなと思います。あとは、細かい諸島の、修正があって、次に大きなのが、同盟システムの最適化ですね。これまでって、同じ地域の同盟にしか、参加できなかったんですけども、今回から、他の地域の同盟にも、参加できるようになりました。これによって、首都レイドに、一時的に参加するとかが、しやすくなったのかなと思います。またついでなので、少しお話しさせていただければと思うんですけども、XE では、新メンバーを募集しています。うちは、どこよりも、このゲームのコンテンツを楽しむことを、モットーにしていて、諸島も闇もポンペイも、全部本気でやってます。このゲームを本気で楽しんでいきたい方はもちろん、うちは今、戦力問わず、募集しているので、始めたばかりの方であっても、やる気があって、ちゃんとハイブ回しをやってくれたり、資源供給してくださる方だったら、もう大歓迎なので。で、なおかつ、育成環境も、整ってますので、ぜひお越しいただければと思います。うちは、コンテンツを、本気で楽しむという性質上、他のサーバーからの、他の地域にいた状態での体験加入だったり、サブアカウントのみでの加入など、認めてないんですけども、気になる方いらっしゃいましたら、うちの人事担当の方に、ご連絡いただければと思います。はい、めちゃめちゃちょっと話それちゃったので、元の話に、戻していきたいんですけども、ヒーローの話は、ちょっと長くなってしまうので、先に軽くスキンを、見ていきましょう。まず、新しい舞台スキンですね。こちらの、ギャラクティックバトルシップという、スキンなんですけど、最近もう毎月舞台スキン追加されますよね。
今回も、来たなっていうとこなんですけど、こちらは、舞台スキンチケット100枚で、交換できますので、欲しい方は、取っていただくのが良いのかなと思うんですけど、ちょっとこれ、舞台スキン言いたいことあって、つい最近、ドラゴンの舞台スキン来たじゃないですか。これ私めちゃめちゃ見た目が好みだったので、実装されて10分で撮ったんですよ。ただ、実際に戦闘で使ってみると、なんかみんなもうドラゴンばっかりで、もう見づらくて見づらくて、もう自分の舞台どこいるんやっていうとこだったんで、すぐにいつも使ってる、このお気に入りの戦車のスキンに、したんですけど、その結果、あんなにウッキウキで取ったのにも関わらず、戦闘で使った期間1日という、なんとも悲しい結果になってしまったので、ちょっと個人的には、ドラゴンは舞台スキンチケットの交換スキンにしていただいて、ある程度取得人数で、取得できる人絞った方が、特別感を得て、良かったのかなと思ってます。そのことは、さておきまして、新しく、招待スキンも今回追加されました。こちらのスキンで、騎兵攻撃 2% と、騎兵防御 1% なので、欲しいといえば欲しいですね。おそらく、再来週のサバイバールーレットで、来ると思いますので、天井まで覚悟して引ける方は、引いていただくのが良いのかなと思います。で、あとは、大量展開するときに、舞台展開の、インターバルができるようになりました。強い人の大量展開で、一気に戦局が変わるのを、避けるためだと思うんですけども、シゲありがとうございます。個人的には、あんまり意味ないかなと思ってます。一応、この大量展開の上から順に、展開されていくようなので、早く舞台を、早く先に出したい舞台を上に配置していただくのが良いのかなと思います。一応もう一回見ていきましょう。順番的には、ベラ、トム、チュン、ジュリア、エレナですね。この順番になるんですけど、で、今、次チュンが来て、ジュリアが来て、エレナですね。最初ちょっと言えなかったんですけど、こんな感じで、上から順に展開されていくので、少し、大量展開、見直しても良いのかなと思います。で、あとは、不具合の、修正とかなので、新ヒーロー、見ていきましょう。今回、歩兵の新ヒーローとして、リベンと、宮本同一が、追加されました。リベンは駐屯用、宮本は野戦用ヒーローで、特に宮本は、攻撃型の、歩兵部隊として、もうかなり、活躍を見込んでいけます。彼のおかげで、もうアダットのちゃんとした相棒が、やっと見つかりましたね。各ヒーローの詳細解説は、また今度させていただくので、軽くご紹介させていただこうと思うんですけども、まずはリベン。彼女は、トップ司令官の、歩兵会の総合ランキング報酬で、入手できるヒーローで、駐屯用ヒーローですね。彼女は、駐屯才能を持っていないので、駐屯才能を持っているヒーローのアシスタントとして使います。駐屯するときに、駐屯才能を持ってないのって、かなり厳しくて。駐屯才能って、最後のシールド効果もそうなんですけど、途中にある、巧みな火力、それで巧みな防衛ですね。これがめちゃめちゃでかくて、非スキルダメージを 16% も軽減してくれるんですよ。なんで、なるも、駐屯するんだったら、駐屯才能を持ってるヒーローをリーダーにしたいのはもう絶対的なことなので。で、そうなると、サンダーと組み合わせて、使うことになると思うんですけども、そうなると、対抗馬として、ビクターがいますよね。で、正直言うんですけども、ほぼ同じくらいの性能なので、明確な優劣はありません。
ミックスで駐屯するなら、ビクターなんですけども、別にミックスといっても、歩兵97%で、3% ぐらい多兵化入れても、ミックスであることには変わりないので。まあ、ただ、ビクターもリベンも、そもそも最強駐屯ヒーローの、サンダーがいてこそ、輝くヒーローなので。まずは、サンダーを覚醒させないことには、始まらないと思いますので、サンダーを覚醒させていない方は、まずサンダーを、優先して育成していただくのが良いのかなと思います。では次に、宮本ですね。彼なんですけどもう彼は待ちに待った、もう歩兵の野戦要員であり、もうアダットの相方ですね。で、宮本は、トップ司令官の歩兵会のラッキールーレットで、入手することができます。まずはレイジスキル。こちらは範囲攻撃の高火力レイジスキルになるんですけども、まあ、扇形なので、ジェイコブのスキルに似てますね。ただこれ、ちょっともったいないなと思ったのが、攻撃が当たった部隊が増えるごとに、20% ずつ減っちゃうんですよね。ルイとかジェイコブだと 15% ずつしか減らなかったので、そこの 5% の差が、ちょっともったいないなと思ってます。ただ、その代わり、第2、第3スキルで、火力を上げていって、第3スキルでは、めちゃめちゃ欲しかった移動速度を上げてくれるんですよね。さらに、覚醒させることで、第3スキルがもうさらに、強化されて、もう攻撃が 40%、そして移動速度が 25% もう上がるということで、もう火力と移動速度を兼ね備えた歩兵ヒーローですね。で、そうなると誰と組ませるか。最初に言ってしまったんですけども、もうアダットと、組ませて使います。アダットは、これまで単体スペックは高かったんですけども、相方がいなかったので、なかなか日の目を、浴びてこなかったヒーローなんですけど、もう今回で最前線行けるようになりました。もう宮本は、もう彼女のために出てきたヒーローと言っても過言ではありません。もうアダットのパートナーです。アダットをすでに育てていて、覚醒までされている方は、もう宮本を何としてでも、覚醒させるべきだと思いますし、どちらも覚醒で、合計で 55% の移動速度アップを、アップになりますので、もうそうなると、かなり追撃性能も高くなって、高火力の歩兵部隊が、その速度で襲ってくるって考えたら、めちゃめちゃ脅威なので、今後野戦で大活躍間違いなしだと思いますので、歩兵の火力部隊を作っていきたい方はぜひ育成していただくのが良いのかなと思います。リベンと宮本、どちらも今後のドゥームズデイに大きく影響を与えるヒーローだと思いますので、どちらもいずれ詳細解説の方投稿させていただこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録より、概要欄より、X のフォローしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。